塩気がある状態になります。味を見極めて石鹸の状態を判断しながら石鹸の素を作っていきます。経験を積めば積むほどいい石鹸作れるんじゃないかなと思います。
このタガネハンマー、いろんな角度があるんですよね。鈍角もあれば鋭角もあるし、 G 彫る時はもうこのやつなんですけど、これはおじいちゃんの形見なんですけれども、よし、そうですね。これが全部がある程度自分で彫ってみたいなっていうのはまずスケッチをしますね。いろんなデザインを考えるんです。まあ本当に初期の、まあ、こんな感じでいろいろ可愛いのとかも彫ったりしますね。でまあ今日は何を彫りましょうかね。新年も明けて辰年ってことなんで龍を彫りましょう。絵はそんな上手じゃないですよ。こんくらいでわかります？はい。こっちはまあ2面。
想像して、ね、私たちにとっては何万分の1の包丁ですけど、お客さんにとっては1分の1なんで、もう全ての包丁に魂込めて、もう 120% の完成度で全て届けてます。本当に毎回デザインが違う。なんかでもこういうちょっとしたね細工が。本当だ。ね。ってのがあったんで、本当にこううまいこと。ますね。だいぶこう連打を続けると右手が痛いですね。鱗じゃない、蛇腹全体的な美になるので。はい。ここ据え場はね。
お辞儀しててもダメですし、反りすぎててもダメなんですよね。こうまっすぐ、こんな感じで完成です。でのしを作っていきたいと思います。本当にデザインして。油みたいなもんですね。今年頑張りたいこととか力を入れていきたいことはしますか？まだまだ他の人がやってないことをどんどん挑戦していきたいっていうのがあるので、いろんな色を出していくことに挑戦したいっていうのが一つありますね。次浮かぶ世界が望むものを考えて編み出していきたいなっていう夢があります。
間が19時間で逆算して翌日の12時に乾燥が上がるように。名前は下川定と言います。62歳です。62歳。何年この仕事をやられてるんですか40年ないぐらいですね。うちの母ですね。あ、お母さん。お母さんも今日は作業されるんですか。そうです。83歳ですけど、はい、頑張って作業しております。ゆぎさんの織屋さんからですね、持ち込んだ分、依頼された分をですね、何色な何色っていうの分をこういうふうに小分けして染色機で色をつけるっていう、もう単純な工程なんですよ。カチョニック染料ですねで入れるんですけれど、そこで水入れながら攪拌しながら、そこから約1時間かけてゆっくりゆっくり60度から100度までぐらい温度を上げながら染めていくと。何色を今回は作られるんですか。これは茶色に向けて、焦げ茶色の予定。それ何になるんですか。これは赤になるんですね。昔の旧式なんですけれど、こちらの方で脱水だけする、染めて脱水するという旧式のやり方ですね。それが一つだけ、一色だけ残ってます。赤だけが染めるんですか。他は全部もう自動化してますけれど、これだけは。どういうふうに管理してるんですか。それはですね、色別に裏側がですね、全部染色配合になってるんですよ。濃い赤茶とか、ここに人の名前が書いてあるんですけど、こういうふうな感じでですね、人の名前と大体この糸の名前は配合はこれくらい。カチョニック染料のその配合の名前、フジネズミっていう。フジネズミ。その織本さんからの依頼なんで、織本さんの表現される色を大体理解して、その人その人の言い方でですね、色を判断するという形ですね。これをネズミ色って言われる方もいらっしゃるし、藤色系のネズミとかですね、別ないろんな表現で、色見本のなんとかって書いてあるからって言ってもそういうことで通用しないんですね。逆に野菜に例えられる方もいらっしゃるし、意思疎通がきちんとできとけばそれで共通。今から排水して、その後脱水かけるっていうところですけど、自動でもそのまま脱水になります。
一面に並べていく感じになるんですか？そうですね。こういう形で重ねながらですね。一旦温度が少し下がると色が付着しないんですね。少し温度が下がるだけでもう連続して上から重ねても大丈夫です。これ何色ですか、しながら。一般的にはベージュ色っていう形で言われてますけれど、色の薄いような感じですね。橙色の一番薄いような感じの。1時間濃い色はですね50分ぐらいで上がるんですけれど、淡い色はやっぱり一度に色がついてしまいますので、少しずつ温度を上げていって色ムラを少なくするということで約1時間ですね。ある程度この辺りまでですかね、大体300キロ超えたぐらいの量になるんですけれど、でそれから今度は夜ずっと一晩朝までですね14時間から15時間かけて少しずつ温度を上げながらですね乾燥していくということで上げていかないと折れてしまうんですよね。これが乾いた後はアグッとだけでした。嫁さんと2人でちゃんとキロ数のしこ小分けします。赤も綺麗かですもんね。綺麗かですね。そうですね、朱色系の赤ですね、これは。赤もやっぱいろいろあります、相当ありますね。素朴な感じ、この草の素材の風合いを生かした形での色をつけていくか、絵柄にしたりしてそういう商品作りするかというのは非常に難しいと思うんですけど、泥がついてるのが多分分かると思うんですよ。これがいぐさのですね特徴で、白っぽくなってると思うんですよ。それいぐさの泥がついてるんですね。また染める上でもですね、この泥っていうのが非常に役に立っていて、一旦染料っていうのが泥につくんですよね。いぐさに直接ついてないんです。まずは泥について、で泥についた染料がいぐさにじわじわ染み込んで染色すると。泥がなかったらどこにつこうかって染料が考えて外側のネットにつくんですね。でネットからいぐさの方についていくんで、非常に外側だけ色がついて中にはなかなか色がつきにくいとかいう色ムラの問題が生じてくる。それを解消するためにもこの泥っていうのが非常に役に立っていて、厄介なようだけどそれぞれについて役に立っているところもあると。冬は強いですよね。もう前が見えない、もう周りが見えないぐらい真っ白くなるんですけど。本当に水分が飛んだ状態になるんですか？そうですね、カリカリになりますね、明日の朝になったら。それ朝何時ぐらいの作業になるんですか？それは朝のですね8時から9時ぐらいですね。8時9時に上げて、それから10時ぐらいから染めの作業に入って、夕方までやって、それをこういうふうな形で夕方までこれを続けて朝まで乾燥させると。これがサイクルです。だってこれ一緒でしょ。
ご家族で作業されるのはどうですか？よかですよ。やっぱみんなでした方が早かでしょうが。で、一人じゃされんもんね。みんなで精進でできてちょっとばって。仲良して仕事するかは仲大変。家族で仲良くやる秘訣はありますか？仲良くやっぱせやんね。仲良くせや。やっぱさ、やっぱ表やるよ。息子もね、もう苦労せやんし、子供たちもまだおるけん、それ自分がある程度もうしたっちゃ稼してやらんとできんと思ってた。家を建てていかんなできんけんと思ってですね。本当息子で嫁さんでよかですよ。私も気晴らしゅう独さんでね、連れていたってくれてこげんばいあげんばいって言ってさしていたってくる人と嫁さんのお母さんここ段差があるよどげんよお風呂に行ったっちゃお水はちゃんと済んでね訪ねとってくれとって立派な嫁さん。こんなことで孫は孫でばあちゃんいいね大丈夫ねって言ってくれよ枕元さん。こんなことでそのやつがさもうほんとに何ち言われんごつ嬉しか。これが一番いいです。こうです。こうです。社長おいくつですか80歳です。お名前聞いてもいいですか？島添佐藤です。蔵の中は何色ぐらいあるんですか？何十食器あるよ。ここはね、これからこうじゃろ、あそこにこの向こうが全部あれやけんね。もうこの幅全部あるは染めいぐさよ。これは腐らないんですか？腐らないです。これは10年も20年も腐らないです。ここに置いとけば雨風が当たれば腐る。もうこういうのはもう10年ぐらいになるけんね。部屋の中に置いとけばだいたい10年かそんくらいはどうもならん。このいぐさっていうのはいいことですよ。いぐさを示す。これをせんと食器にかけれんけん。泥地あれがね。こうやって色をよく見てこれを切る。どれぐらいの時間かけて織り込まれるんですか？一畳できるとはね、大体ね50分ぐらいかかるよ。これの厚いやつなら1時間ぐらいかかる。どういうところ見ながら作業とかするんですか？どんなこれを1本ずつよく取っていくように。これはもうコンピューターやけんどうも一線でいいたい。こっちのやつはノーマルやろ。はい。こういうやつは針に今止まっとろ。止まってる時はこれを回して
こう余分な戦が그냥入ろうこれ抜かないじゃないですかこれで回す穴でこれ読み取ってるんですか？そうそうこの戦を取るやつはこの2つなんです、はいはいはい、これは柄あこのシリンダーのとこに横針がこうあるけんそれが出るやつと出ないやつでこれでしてで回すコンピューター制御で今度フロッピを読み込ませて電子制御やけんからもう俺たちはもう分からんね、これやけんこれフロッピーよ向こうのやつは USB 切るところまではお父さんがされてその後編むところはもう全部機械がそうそうそうこれはもうフロッピーはものすごいあるよあの箱全部やけん数千万月あるよこれは昔はこうやって拭きよったやつよねきれいにしてどんぐらい分何年分ぐらいそれが15年ぐらいやけんね3、40年になってやないこれはいいやつよ少々値段が高くてもいいやつを作った方がいいよ長持ちするもんコストは高くったいねいいやつを使うけどそれけどやっぱね物いいやつを作ったからよかやんねこういうやつをこっそりいかに見上げ切るかやねこうやんと。風呂へちまでこれは仕上げです。僕が見ても全然わかんないんですけど、どこら辺をその見て今抜いてるんですか？違う色が入っとろうしとくとほら2本入っとろうがちっちゃいやつと大きいやつがでこのちっちゃいやつを抜くたい。これが仕上げの作業になるんですか？そうです。何年目なんです？80歳っておっしゃってましたけど。60年ぐらいかね。20歳ぐらいの時からやけん。この仕事をしてて一番なんか面白いなとかちょっとやっててよかったやっぱ相場よね。相場いぐさの上がり下がり何年か先にいぐさが高くならんかなと思っていっぱい買われて儲けの話じゃないから仕事のできるかできんか送った一点で儲けられるき。そうなんですか？そうよ
安く単価の高いやつだけすりゃいいという。俺はそうじゃないじゃん。もういいやつを作ってね、一品単価で利益の出るようにして売らんねえ。仕事もね少のしてよからここも一生懸命せんでよからそれちょうどあんまり一生懸命するとね人間が壊れていくじゃん。アホかなんかやなからんと80まで仕事しようないよね。それが健康の秘訣ですか？健康の秘訣は仕事することよ。俺は仕事があればずっとするよ。面白いねこの仕事は。やっぱそこよ。仕事するだけだなんて機械にあれやんてこうねそりゃいつもできるけどいかにいぐさを買うて楽しむかよ。レクサスカーねいいよ。ずれんブレんよこう。運転してですか？ならないですか？ならんない。もともとここはね裸一貫よ。そうなんですか？おお借金から出てきとるけどなんもないとこから俺が一台でしとるだけで嫁さんもろた時は27歳やってるけどそれからここに出てきとるけど人は50年代働きよったもんね。2時3時までしてもう朝5時には回しよって2時間ぐらいが寝よらんやったら30歳ぐらいの時ですか？そうそう30代40代はねここで寝よったもんね。冬なんかは薬器いっぱい来とってそのまま嫁さんがしよって2時間ばっかりしたら起こしてくれちゃって顔交代でやっぱ働くってのが一番いいかよ。暇が一番悪か。ここで入れてもいい。社長、糸買い取りですよ。2回3回4回6回どんくらい加減ね測れてみて。見えました。
이제